2025年のベストバイ。一つ目はこちら、オフィスチェアです。自宅での仕事や作業など、このデスクに向かっている時間は常にここに座っているというこちらのチェア、国用のイングライフと言います。座面が全方位に揺れるグライディング機構を搭載していて、座っている間も体を動かし続けることができる、まるでバランスボールのような座り心地の椅子になっています。昔僕が学生の時にカフェでたまたま座って、ここまでフィットする椅子はないなとびっくりした椅子でした。あれから 7,8 年が経ち、縁あって国用さんに送っていただきました。まず見た目の可愛らしさがありますよね。通常のオフィスチェアにあるような、腰回りのランバーサポートは、このチェアにはありません。この椅子はそういったがっちりと体に固定するためのものではなくて、むしろ体の揺れによる自然なバランスで理想のこの背骨の S 字カープを維持してくれるというような仕組みになっています。いい意味でずっと安定することがないんですね。普通椅子に座っていても体を動かしたいわけで、よく椅子の上であぐらをかいて座る人みたいなのもいると思うんですけど、ちょくちょく姿勢を変えたいという気持ちはあると思います。一方で体をがっちりとホールドするような機構だと、それができずに逆に体に負担がかかってしまうみたいなこともあるんですよね。僕自身他のチェアに座っていると割とそういった印象を抱くことも多かったです。前傾なら前に、後傾なら後ろに傾いて、左右にも少しずつ動いてくれることによって体を常時揺らしながら作業に向かうことができるんですよね。シートはメッシュっぽく蒸れにくいような構造になっているんですが、立体成形でかなり柔らかいのが特徴です。動きが固定されないながらも体圧を分散して前に滑るのを防ぎつつ、安定した姿勢を維持してくれます。イングシリーズ、最近だとイングクラウドという新しいチェアも登場しましたが、このイングライフ、やっぱり見た目が一個の特徴だと思います。リビングに馴染むような雰囲気で、僕のものは赤なんですが、もう少し馴染みやすいカラーもあったりします。他にも何色かカラーバリエーションがあります。背中の部分はオーク材のものですが、別にそんなに硬いとかいう印象は受けないですね。ずっと座っていても負担はありませんし、何より僕のデスクとかシェルフのウッドの雰囲気と合います。いやー、いいですねこれ。そんなデスクに置いてあるシェルフも2025年手に入れたものになっています。プレダクツのダッシュボード。以前までマットホワイトを使用していたんですが、アトリエに衣替えしました。プレダクツのデスクと同じようにシェルフの裏面にはレールを配しています。ここに様々なモジュールを装着してケーブル類などを吊り下げて配線を整理したり、ガジェットなど収納したり、上に色々と物を置くことができるんですね。僕が使っているデスクスタジオは天面がホワイトなんですが、エッジの部分はオーク材になっています。それにトーンを合わせる形でこのダッシュボードをアトリエにしました。正吾中村さんとか安藤さんとかがすでにやっていたりしたんですが、これいいんですよね。ガジェットの集合体みたいなデスクなんですが、より家具っぽい雰囲気に仕上がったかなと思っています。アトリエはホワイトオークの修正材にウレタン塗装が施されていて、明るいものの奥深さのあるような天板の雰囲気です。足の高さは低い 7.5 センチの方です。僕が使っているファーウェイメイトビューと高さがちょうどいいなというふうに思っています。このシェルフの上にモニターが浮いているような感覚が見た目としてすごく気に入っています。天板の上には20キロまで、吊り下げでは10キロまでの耐荷重があるので、重量のある機材でも支えることができます。僕はですね、アンカーのドックステーションだったり、トレイを置いてノート PC を入れられるようにしたり、巻き取り式のケーブルを配してみたりと使っています。上にはワイヤレス充電器とか、あとこの陶器とかスピーカーなんかも置いていますね。こうやっていろんなものを置いても、シェルフがあるだけでちょっと整然とした印象になるのは気に入っているところです。そんなスピーカー、ベオサウンド A1 サードジェンということで、昨年100年を迎えたデンマークの老舗オーディオメーカーバング&オルフセンのワイヤレススピーカーになっています。サードジェン、第3世代なんですよね。 A1 というモデル自体は昔からあるんですが、2025年にリニューアルされました。コンパクトながらも大音量かつ全方位に音を届けられるスピーカーになってます。見た目からもうめちゃくちゃ可愛いですよね。それでいて IP67 の防塵防水設計でアルミニウム特体ということで、水回りとかアウトドアでもタフに使用が可能です。サイズ感としても持ち運べるので、ちょっとしたキャンプみたいなシーンにも役に立ちそうですね。で、ストラップはレザーなんです。
バング&オルセンってこの自然素材の使い方が本当に巧みだなと勝手に思っています。アルミニウムとか、素材のコントラストがすごいいいですよね。そんなスピーカー、これスタンドがついているんですが、発売開始のタイミングでなんと付属してきたものなんですね。仮木家具の製造になっていて、A1 にぴったりフィットするような仕様になっています。こちらのプレゼントはもう終了してしまっているので、今正規ルートでは購入ができないんですが、これもあって僕は購入をしてしまいました。アルミやレザー、そしてこの天然の木、デジタル機器なんですが、インテリアに調和するような雰囲気ですね。インテリアという流れで言うと、もう一つ、無印良品のステンレスユニットシェルフワゴンセットを購入しました。収納アイテムとしては結構有名な製品だと思うんですが、そのシリーズの中でも特殊な位置づけにあるのがこのワゴンセットなんです。前々からね、これ欲しかったんですよ。見た目業務用感というかね、インダストリアルな雰囲気はあるんですが、部屋に置いて締めてくれるような、そんな印象があります。ヘアラインの仕上げで程よい光沢感になっていて、汚れも目立ちにくいです。いわゆるな用途としてキッチンに置いてもいいんですが、僕も普通にインテリアに置いてて、あらゆる空間に馴染むのがポイントです。3段分がデフォルトでは使えるようになっていて、カスタマイズも可能なんですが、オープンシェルフ型なので、結構中に入れるもののセンスが試されます。僕もね、最初にきっちりしたものを組んで、もう固定しちゃってますね。なかなかいじる勇気が出ないです。雰囲気が冷たく寄りすぎずでも温かみにも触れないみたいなギリギリのバランスを楽しんでいます。キッチン周りもいろいろとアップデートをしました。一つ目はこちら。時短家電というと1位はドラム式洗濯機という声が多いんですが、2位はこの食洗機だと言われます。購入したのはパナソニックの食器洗い乾燥機。奥行きは29センチとかなり薄めの設計になっているので、狭いシンクの横とか出窓とかにも設置が可能なんですが、僕はシンクのスペースをできるだけ邪魔したくなかったので、ホースを伸ばせるギリギリのキッチン横スペースに設置しました。もちろんホース、ベッドで長いものを買えば自由なんですけれども、デフォルトの付属で対応できるギリギリの場所に置いています。スリムなんですが、その構造によってだいたい4人分24点の食器を収納することができます。フライパンなどの調理器具も洗浄可能で、僕ももう基本的には調理器具も含めて、家のもの入れてしまってますね。ただこういった調理器具まで含めると2人分でも結構カツカツ、なんならやや足りないこともあります。サイズ的にはこれが限界だったので、たまに入らないものは手洗いする感じですね。ただ手洗いはなかなか難しいような約50度以上の高温かつ高圧の水流で洗浄してくれます。頑固な油汚れも除去してくれますし、除菌まで両立してくれます。洗浄力で言うと90点とかそのくらいですかね。たまに汚れを落としきれずに、そうなるとそのまま乾燥までやってくれるのでカッピカピになって出てくるんですよ。ただこれは多分入れすぎみたいな置き方の工夫の問題なので、基本的に通常用途では全然問題ないかなと。手洗いよりははるかに楽で精度が高いかなと思っています。この見た目のシンプルさっていうのも結構気に入ったポイントでしたね。家電のいわゆるな家電感みたいなのは好きじゃないので、マットでシンプルなデザイン、そして少しくすみがかったグレーみたいなカラーリング、この辺があって、置いていてもそこまで目立たないのが気に入っています。そしてタンブラーも購入しました。パール金属の真空断熱タンブラー 430ml ですね。もうシンプルな見た目のタンブラーです。真空断熱構造で、とにかく冷たさとか温かさを長時間キープしてくれます。保温力に優れているので、僕ももう季節を問わず冷たい水を常に入れて飲んでいるような感じです。今までずっと通常のガラスのマグとかを使っていたので、本当に温度保持がすごいなと思います。高品質なステンレス、こちら燕三条の技術によるもので、結露も発生しないのでコースターがいらなくなります。テーブルやデスクがびちゃびちゃになることもないですね。ちなみに僕は水しか入れてないんですが、430ml ということで缶ビールのビールも泡ごとぴったり入りますね。お酒好きな方にも結構おすすめです。こういった機能面もそうだし、置いといて様になる見た目っていうのも気に入ってますね。これもまたヘアライン加工なので指紋を目立たなくしてくれています。直近の Vlog でも紹介したこちらのヨーグルトメーカー、新しい調理器具としてとても重宝しています。1リットルの牛乳パックに市販のヨーグルト 100g を入れて、そのままセットすると8時間ほどで発酵して、もう1リットル丸々ヨーグルトになっています。水切りフィルターも付属しています。
僕は水を切ったギリシャヨーグルトのようなものの方が好きなので、それも完成したヨーグルトを水切りフィルターに入れれば簡単に作ることができるので、完全に朝食のレパートリーとして馴染みましたね。普通に低温調理器としてかなり優秀なので、例えば鶏ハムなどの調理もとても美味しく仕上がります。いろんなメニュー一覧があるので、これも含めてぜひね、調理器具の一つとして検討してみてください。昨年から使っているスマホの背面のみを保護するフォンバッグ。昨年はノマドを使っていましたが、今年は別のものもトライということで、スティのものを試してみました。これがね、結構いい感じです。スティのフォンバッグはあくまでナノレザー合皮なんですね。その分水分や手汗に強い、耐久性の高さが特徴になっています。フォンバッグ、本当に背面だけを保護するので側面を覆わないんですよね。保護性能を落とす代わりに iPhone 本来のサイズ感や操作性を維持してくれています。バックパネルを交換するような感覚で使えて、僕もその見た目が結構気に入っています。スマホにはマグセーフでくっつきます。ノマドと違って粘着剤とかを使わないので経年にも強いんですね。このスチャッと内蔵の磁石よりも強力にはまってくれるので、この上にさらにアクセサリーを重ねても強固に固定してくれます。ちなみにスティのフォンバッグはこの iPhone 17 Pro で大きくなったカメラ周りについても完全に保護してくれます。好みは正直分かれるかもしれないんですが、僕はこれでいいかなと思ったりしてますね。これによってスマホにバチッとはまるようになるので、その点は気に入っていますね。本当にスチャッという擬音が一番適切だと思います。この気持ちよさはぜひね、試してほしいですね。なんだかんだ使ったことがなかったのがこの AirPods Pro。2025年に AirPods Pro 3が登場したということで、初めて購入してみました。すごいですね、これ。単純に今まで使ってたノイズキャンセリングの中で、ノイズキャンセリング性能ももちろんなんですが、外音取り込みの精度は異常ですね。はい。もうつけっぱなしで一切会話に滞りがありません。本当にね、AirPods Pro なくしたと思ったら耳についてたみたいなことがたまにあります。はい。Apple 製品同士の連携の強さもありがたいですね。切り替えの操作なしに再生したデバイスから即流れますし、耳につけると全てのデバイスに同時に接続されます。なかなか他のイヤホンに戻れなくなるなとも思います。今回の3に関しては前作の2よりもケースのバッテリー持ちが悪くなりました。ただこれね、杞憂でしたね。そんなことよりもこのイヤホン単体でのバッテリー持ちが良くなったというのがめちゃくちゃいいです。特に最近は動画編集もこの AirPods Pro 3で行うようになってきたので、本当にずっとつけていることが多いんですが、イヤホンの充電切れで困ることはありませんね。また、自分はね、そんなになくさないんで関係ないんですけど、AirPods Pro 3のケースにスピーカーと、あとウルトラワイドバンドを搭載しているので、探す機能によって精密な位置特定が可能になっています。でそんな AirPods を裸で使うのには僕はちょっと抵抗があったので、いろいろ探した中で結局行き着いたのがこの iCarrier の AirPods Pro 3レザーケースです。ちょっと読み方は自信ないですが、この値段でも本牛革を使用しているので傷などもつくんですが味として受け止められます。 LED の視認性を確保していますし、ワイヤレス充電にも干渉しないので使い心地を妨げません。正直ね、若干分厚くなる感じは否めないので、もう少しね、薄いケースがあればちょっとそれも検討したいなと思いつつ、ただこれはこれで安心感でもあるので、落下時の傷とか衝撃から保護してくれるという観点では非常に気に入っているポイントです。同じくガジェットからこちら、シャージの 3in1 充電器です。僕はモバイルバッテリーに見た目の良さを求めるのは諦めていたんですが、ありましたね、ここに。コンセントがついているのでこれで充電器として、またコンセントを抜けばモバイルバッテリーになるという1台2役のハイブリッドなデバイスになっています。また巻き取り式の USB-C ケーブルも内蔵しています。なのでこれ1台で充電周りは全て賄えるという感じですね。正直スペック的なところよりもポイントは見た目かなと思っています。ただ完璧かと言われるとそうではないところはどうしてもあって、1個はパススルー充電に対応していないということです。充電器として使っている間にこのモバイルバッテリーに給電することはできないんですよね。あくまで2つの用途別で扱う必要があります。
で、またもう一つが、スペックにしては厚みと重さがあるという点ですね。見た目を取ってるのでこの辺はしょうがないかなと思っていますが、持ち物としての所有欲はしっかりと満たしてくれます。僕は常時カメラを何かしら持ち歩くんですが、2025年からは富士フイルムの XE5 というカメラを持ち歩くようになりました。クラシカルな見た目で、ボディはアルミ削り出しです。やっぱ人類はアルミ削り出しに目がないですからね。富士フイルムの中でもコンパクトな部類なのがこの E シリーズです。前モデルにはなかった手ブレ補正が最大7段ついているので、動画も一定耐えられるようになっていますね。結構サブカメラとして使うことも多くなっています。前面にはフィルムシミュレーションのダイヤルが搭載されています。メニューを開かずに瞬時に色設定を変更可能なので、ちょっとカメラの楽しみ方が変わるなというふうにも感じました。その時の気分に合わせてさっとテイストを切り替えて写真を撮影することができます。ちなみに自分が使うことが多いのはスタンダードとかクラシッククローム、あとはレアル S とかですかね。本当にもう常に持ち歩いているこの E5、これと一緒に買ったものが結構豊富にあるんです。レンズは最初に買ったもうとにかく富士フイルムといえばと言ってもいい絵が撮れるこの 35mm、そしてボディとの一体感とかコンパクトさに優れる 23mm、この2つですね。最初は 23mm に落ち着くかなと思ったんですけど、結局気分で使い分けてますね。最近は 35mm が多いかな。やっぱりこのサイズでこの絵が撮れるっていうのは圧倒的な魅力ですね。さっと撮ってスマホを経由して転送することですぐに SNS に載せることもできます。そしてストラップには Objects.io のエッセンシャルカメラストラップを購入しました。レザーのストラップなんですが、防水のシュリンクレザーを採用していて、革の質感を保ちつつ雨や汗を弾く、全天候型と言っていい仕様のストラップです。ちゃんとしたクッション性があるので、重いカメラであっても肩や首への負担を軽減してくれます。長さ調節ができるので首掛け、斜め掛けと対応できるんですが、僕は E5 の場合は割と縛って手持ち用のストラップみたいにして持ち運ぶことが多いですね。オフホワイトの色なのでカメラに少し柔らかさを与えてくれます。で、ちなみにストラップの先端にはドリップのフレックストップをつけています。クリップ式でストラップをカメラから着脱するのが楽になるアイテムで、必要な時には付け替えたり邪魔な時には外したりの機動力が上がりました。2つのカメラを行き来する場合にもこの1ストラップでも全然ストレスがありません。シルバークローム製で経年変化も楽しむことができます。昨年あたりからどんどん人口が増えているのが分割キーボード。一部の人からその最高峰とも称されるのがこのモナ2です。イベントに結構並んだ末に購入することができました。昨今流行りの Bluetooth による完全ワイヤレス接続になっていて、ケーブルいらずで配置も自由に置くことができるキーボードです。基本はもう常に持ち歩いていますね。モナ2は右側の親指の位置にトラックボールを、左側にはノブがあって、ホームポジションから手を離さずにカーソル操作が可能になっています。左右分割なので、巻き型にならないで肩を開いて打てるのも大きな特徴ですね。こういった自作キーボードの最大の強みは、キーの配置とかを直感的に編集保存してカスタマイズできる点ですね。もうぜひね、皆さんのレシピみたいなものを教えていただきたいですね。ちなみにキーキャップには友人の新井が制作しているこのリッチキャップというのを装着しています。横から見ると波を打ったような角度になっています。これによって指とキーの距離を一定に保ってくれるんですよね。さらに今までよりも打鍵のスピードが上がったように思います。打って変わって水筒です。アッタラのタイムメーカーボトルという、1リットルの水筒になります。時間や容量のメモリがあるので、飲むペースを視覚的にガイドして水分補給を習慣化してくれるんですよね。1日2リットル水を飲もうみたいな話があると思うんですが、この水筒2杯分飲めばいいということで、時間に対して今自分の水分補給量が巻いているのか押しているのかというのが一目でわかります。1リットルの大容量なんですが、本体は約 130g、 めちゃくちゃ軽いです。スペースは取るんですが重くないので持ち運びの負担を最小限に抑えてくれます。そして水と同じでもう一つ持ち歩くのがデリシャスフィットのプロテインシェーカーです。通常の 500ml よりも小さめのプロテインシェーカーになっています。混ぜるための余地も含めて 300ml っていうのは一番ちょうどいいサイズ感ではあるんですよね。サイズを小さくするだけでバッグに収まりやすくなります。その他は普通のプロテインシェーカーと同じですね。僕の手のサイズでも十分スポンジを入れて洗うことができて比較的衛生的な設計になっています。
外出時に使うバッグ、今年は2つ購入しました。マースティックのトートバッグ、見た目テックな印象だと思いますが、とにかくこの見た目に惹かれて購入してしまいました。外はメッシュポケット、視認性が高いので、濡れた傘とか上着とかをラフに放り込むことができます。中央のテープもいいアクセントですよね。バッグ自体はかなりシンプルな構造なんですが、底の部分には高強度のナイロンとコーティングを施していて、地面に置いても安心な耐久性と防水性があります。サイズ感で言うとだいたい13、14インチくらいのパソコンなら問題なく入りますね。容量は名前の通り18リットルです。1日分のお出かけなら十分なサイズ感かなと思います。斜め掛けも可能な 2way の仕様になっています。ただ、このストラップが結構細めなんですよね。なので PC を入れるとかなり肩に食い込むんです。PC 入れるなって話なんですけど、なかなか僕の生活スタイル的にはそうはいかないということで交換しました。それがトポロジーのパファーストラップです。中綿入りの幅広なストラップになっています。マスティックの見た目を若干損なうかもしれませんが、比較的素材感とかとの相性はいいかなと思っています。これによって僕もテックヤンキーとしてね、いろいろと出歩くことができるようになりました。そんなマースティックとは対照的にもう少し落ち着いた印象を与えられるバッグがこのエンダースキーマのアズマバッグです。大学生の頃に見つけて気に入ったものをようやく購入することができました。エンダースキーマというとレザーのブランド、ハンドル部分に牛革が使われていて使い込むほどに色艶が増して手に馴染むような経年変化を楽しむことができます。アズマバッグという名前の通り、モチーフはアズマ袋です。和がモチーフではあるんですが、サイズ感や生地感、そのシンプルな見た目からモダンな質感が表現されています。構造上ですね、この口がガパッと大きく開くんですよ。なので物の出し入れはかなりスムーズです。バッグを開けて、でこれ物取り出してみたいな余計な動きが必要ないので素早いですね。生地感は比較的厚手になっています。カラーリングもこのグリーンが好みなんですよね。邪魔しない程度にアクセントになってくれます。続いてシューズ OAO の限定のシューズになっています。シェルというモデルがベースなんですが、アドバンストリサーチとのコラボでブルーなどをあしらった特殊な配色です。このシューズ実はですね、モチーフが松尾芭蕉なんです。わかりますかねこの辺りのね、このグレーの模様とかそれっぽいですかね。どうですかね。防水のレザーやナイロンを積層していて、雨に強く汚れにくいイージーケアな全天候型のシューズです。僕も半分レインシューズのような用途でも使っています。ソールは OAO らしくかなり厚みがあります。これだけで言ってしまえば身長は数センチ漏れてしまいますね。歩き心地も良くて衝撃を吸収して長時間の移動とか立ち仕事でも疲労を軽減してくれます。何より僕が惹かれたのはこの配色なんですよね。結局ね、バランスが最高だなと思ったりします。ミニマルな見た目なのは靴紐がないからですね。ベルクロ仕様になっています。最後はノマドのストラトスバンドです。こちらは Apple Watch 用のバンドになっています。ウルトラと同じチタン素材グレード4のものを採用しています。軽量ながら傷や変形に強いある種最高峰のスペックですね。特徴はこの間にあるラバー素材だと思うんですが、裏面から見るとこんな感じです。肌に触れる面がフッ素ゴムになっているんですね。これによって例えば冬場腕時計をつけた瞬間の冷たさとか、あと金属アレルギーをお持ちの方とかにも結構快適に装着いただけるようになっています。見た目も結構気に入っていて、スポーティーな印象がありながらも適度にそれが抑えられていますね。正直これめちゃくちゃフォーマルなシーンで、このカラーリングはなかなか攻めてるなと思うんですが、多少のドレスシーンくらいならいいかなとも思っています。他にもカラーがあって、僕が好きなこの派手なオレンジとかイエローだけではなくてブラックもあるので、これとかなら問題なさそうですね。いやー、にしてもこれはめちゃくちゃ気に入っていますね。スポーツとかだとちょっとこれ見た目が浮かないかなという感じもあって、これはね本当にそういった意味でまさに中間ぐらいの印象かなと思っています。以上が2025年に購入したぜひ皆さんにもおすすめしたいアイテムたちでした。いい買い物ができた1年だったかなと思います。気になった商品は概要欄にもリンクを貼っているのでぜひ合わせてチェックしてみてください。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する動画を上げていますのでぜひチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上、なごみ家でした。では。